どうも。以前の動画でここもともとは耕作放棄地で草ぼうぼうだったんですけど、それを電動の草刈り機で刈るっていう動画と、この場所の奥の部分にですね大きい木がこう生えてたんですけど、それを電動のチェーンソーで切り倒して枝とかを最終的にウッドチッパーで粉砕するっていう動画も出しました。でその動画の裏でですね、実はこの軽トラ壊れてました。はい。でいろいろありまして、で今修理が終わって無事帰ってきたっていう感じになってます。でなんでこの軽トラ壊れたかと言いますと、今はですねこんな感じで、着々と田んぼにこれからなるらしいんですが、こう準備が進められていると。ただ以前はですねここ耕作放棄地でもうバーッと一面、ぼうぼうの草だらけ状態だったんですよ。この辺りですね、ここが平らになってて、自分お昼休憩の時に、家に帰ろうかなと思ってここでバックして、こうターンして帰ろうと思ったんですよ。そしたらですね、見た感じはこう平らになってたんですけど、これかな、なんかこういった切り株がですねちょこっと出てたっぽいんですよ。ここら辺ですね。でそれに気づかずにこう車をバックさせまして、で、もうちょっと下がったら切り返すかなっていうところでですね、ドンっていう風にちょっと車揺れまして、なんだと思ったんですけど、いいやと思って、R からドライブに入れて行こうと思ったらですね、このシフトノブがですね動かないんですよ。で何やっても動かなくなっちゃって、これはまずいと思いまして、でエンジンを切りまして、でこう見たら何にもなってないんで、これちょっとどうしたんだろうなと思ってしばらく見てたんですけど、何やってもこのシフトノブ動かなくなっちゃったと。これはまずいなっていうことで、ちょっとレッカー屋さん呼びまして、で自動車工場に持ってったんですよ。いつもお世話になってる。いろいろ見てもらいまして、最終的にこれ、かかった費用なんですけど、これ結論から言いますと38万1425円、修理代にかかっちゃいました。一番かかったのがですね、オートマチックミッション交換、ここですね。ミッション周りをやっちゃいまして、めちゃくちゃ、修理費がかかったと。今はですね、このシフトノブもですね完全に治りまして、こう普通にこう動かすことができるんですけど、事故った時はですね、ここからもう操作のしようがなくなっちゃったっていうところで、なんかガーンと突き上げてここが壊れちゃったんでしょうね。ここが動かなくなっちゃったと。このシフトノブ自体もですねちょっと不具合があったっぽくて、この辺りも交換してもらいました。今ちょっとこんな感じで耕されちゃって、その木の根っこはちょっと今見えない状態なんですけど、本当にちっちゃい木の根っこだったんですよ。なのでミッションの部分にピンポイントでその木の根っこがガンと当たったんじゃないかっていうふうに、言われまして、運が悪かったと。一番は自分が悪かったんですけどね、不注意で、そんなことになっちゃいました。不幸中の幸いと言いますか、怪我人とか全く出てなくて、自分も怪我しなくて、ただですね38万円はかなりきつかったです。ちょっとこの前の動画で、昔乗ってたプラドっていう車をこう売却して、5社ぐらい中古車買取メーカーさん回ってですね査定してもらって、一番いいところで買ってもらったんですけど、40万円オーバー、高く買ってもらいました。それは良かったんですけど、ほぼほぼ軽自動車の修理代として、飛んできました。直してもらった車屋さんで買い替えはどうだいっていう話はしてもらったんですけど、この軽トラがですねリフト機能がついてまして、リモコンがあるんですけど、それ使うことによってここをウィーンと下げて、でそこに草刈り機乗っけてウィーンと上げてこの荷台に乗せるみたいな、そういった使い方ができるかなり便利な軽トラでですね、それでいて走行距離もそこまで行ってないので、買い替えはもったいないよっていうところで、それならこの修理をした方が幸せになれるじゃないですけど、この値段ではこの軽トラは絶対買えないっていうところで、今回この修理をするっていうふうに、しました。本当この軽トラがない間はですね仕事にならなかったというか、めちゃくちゃ困ったんですよ。やっぱこれが帰ってきたことによって、いろんな農作業できるようになったので、やっぱこいつはいてもらわないと困るなっていうのは今回実感しましたね。今回はですね完全に自分の不注意で軽トラちゃんがこんな風になってしまいました。ただ不幸中の幸いと言いますか、怪我人もなく、で軽トラ自体も修理無事に終わって帰ってきて、で今もテキパキ働いてくれてるっていうところで、それは良かったんですが、この動画で何が言いたいかというと、注意喚起ですね。
皆さんも車を運転される際はですね、ぜひ注意して安全に運転しましょう。ちょっと事故当時のこの場所の写真ちょっと撮ってなくてあれなんですけど、その時はですね本当にこうパッと見はこう平らになってたので、自分も不注意でそのまま行けるかなと思っちゃったんですけど、それがいけなかったですね。今度からはですね、停車する時もそうですけど、また出発する時もですね、一応こう周りをこう見て、大丈夫だなっていうのが分かった上で、細心の注意を払いつつ運転、これからしていこうと思います。はい、今回はちょっと高くついた勉強代だったんですけど、今後に生かしたいと思います。ということで、今回はですね注意喚起の動画となりましたが、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。